今日からここが我が家よ。他人のあんたは出て行ってちょうだい。義母と義士は私だけを追い払って、夫と3人でこのタワマンに暮らすというのだ。この人たちは一体何を言ってるのだろうか。私が驚いて固まっていると、夫が目を見開いて義母たちにこう言った。母さんたち、知らないの？この家は。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちの出会いは、共通の趣味であるゲームのコミュニティだった。そこにはいろんな職種の人や年齢の人たちがいて、いろんな人と交流できて楽しかった。そんな正人は私と同世代だったため、とても話しやすかった。さらに私たちは働いている会社の場所が近かった。そのため、よくお互いにお弁当を持ってきて近くの公園で一緒に食べていた。そして、よく仕事後に一緒にオンラインゲームをしていた。だから自然と私たちは距離が縮まっていき、付き合うことになったのだ。完全に趣味目的で入っていたコミュニティだったので、私はまさかそこで彼氏ができるとは思わなかった。だが私と彼はびっくりするほど相性が良くて、一緒にいてすごく落ち着けた。趣味が同じだから、自然とその他の好みとかも似ていたようだ。私たちは基本的にゲームを一緒にすることが多かったが、その分の家での過ごし方の充実度がすごかった。私たちはゲームの時間をより楽しく、満足のあるものにするために、家を快適な状態に保つことに意識を向けていた。どちらの部屋もインテリアにこだわったり、カーペットなどの色や素材にもこだわったりしている。そしてインドア派が最もこだわるのが日々の食事だ。自炊で美味しいものを食べることで幸福度が段違いに上がる。私は仕事後でも必ず自炊をしたし、休みの日は手の込んだものをたくさん作っていた。お菓子作りなんかもして、お気に入りのお店で買ったコーヒー豆をひいてコーヒーを入れ、ゲームをしながら優雅なティータイムを取ったりしていた。彼に私が作ったお菓子を食べさせたら、カフェを開けるよと褒めてもらったこともある。それからだんだんとお互いの部屋を行き来するのが、時間がもったいないということになり、ゲームをする時間を増やすために同棲をすることになった。彼の部屋の方が部屋数が多く、さらに会社からも近いということで、私が彼の部屋に移り住んだ。その後、同棲生活を送って1年ほどが経った頃、彼からプロポーズをされて私たちは結婚することに。気がつけば、共通のコミュニティ参加者同士で結婚をしていたのだ。私は縁とは不思議なものだなと思いながらも、彼と結婚することができてすごく嬉しかった。彼のように一緒にいて落ち着けるだけでなく、楽しいと思える人は今後現れないと思う。私にとっての運命の相手は、間違いなく彼のことだと思った。その後、私と夫は結婚式を挙げて無事に結婚に至った。そして始まった新婚生活。とは言っても同棲している時と同じ部屋で変わらず暮らしたので、そこまで生活に変化はなかった。だが私はこの人の奥さんなんだなとふと思う時があり、自然と頬が緩んでしまう。一緒に暮らしているから幸せも楽しみも2倍になる。私と夫はずっと仲良くて、一緒にいるとあっという間に時間が過ぎていった。そんな風に幸せな結婚生活を送っていた私たち。だが結婚して2年が過ぎた頃、とある問題が起きた。それは私の母が足腰を痛めてしまい、介護が必要になってしまったことだ。母は数年前に父を亡くし、現在は一人で暮らしていた。そして私は一人娘なので、他に母の面倒を見れる人がいない。私はすぐに夫に相談をした。お母さんを施設に入れるか、同居をしたいと思ってるの。私が夫の意見を聞くと、俺は同居になっても構わないよ、と言ってくれた。最初は私に気を使ってくれているのかと思ったが、夫は本気で同居をしてもいいと思っているようだった。困っている時は助け合わないと。
俺が家事をやって、のぞみが介護をすれば負担は減るだろう。毎日施設に顔を出すよりも体は疲れないと思うし、やっぱり親子仲良く一緒に暮らす方が幸せだろ。そうやって夫が言ってくれたことがすごく嬉しかった。ありがとう、マサト。だがここでまた問題が。同居をするにあたり、住むためのベストな家がなかったことだ。私の実家だと、私も夫も会社からかなり遠くて通勤がものすごく大変になる。そして今住んでいる夫の部屋は、もともと単身用の部屋なので3人で暮らすのは無理だ。となると、新しく部屋を借りるか購入するかして、引っ越さなければならなかった。もともと倹約家というか、住む場所にこだわりがあまりなかった私だったが、今回のことを機に思い切ってマンションを購入することにした。それから夫と相談しながら、いろいろと物件を見ていった。すると一室すごくいい部屋があるのを見つけた。そこはタワマンの一室なのだが、前回入居していた方がバリアフリーに改修していたようで、そのままバリアフリーの部屋として売りに出されていた。さらにスーパーや郵便局に銀行、駅からすごく近くて、会社までのアクセスもいい。そして評判のいい大学病院も近くにあるので、母の通院にも適している。またタワマンといってもその部屋は2階の部屋だったので、私も夫も普段は階段を使って会社に向かったり、ゴミを出しに行けるだろう。そのためよく聞く長いエレベーター待ちでやきもきするということがないと予想できる。母を病院とかに連れて行くときとかは、そもそも会社を休んでいることが多いので時間に余裕があって、特にエレベーターで待たされても問題はない。そして低層階だからか、タワマンといえどもそこまで高くなかった。そのため私はこの部屋を購入することにした。すぐに不動産会社で契約をして、鍵をもらい引っ越しが完了した。さすがタワマンなだけあって、すごく綺麗で部屋も広いし部屋数も多い。それぞれの部屋がある上で寝室もあるので、夫と私のそれぞれのゲーム部屋も作れそうだ。実際に住んでみると、とても快適で私は思い切って購入してよかったと思った。のぞみとまさとさんにこんないい家を用意してもらって、なんだか申し訳ないわ。心優しい母は、そう言って申し訳なさそうにしていたが、私は自分たち夫婦の暮らしも快適になっているから、問題ないと言って納得してもらった。それから私たち3人での生活が始まった。日中は私も夫も働きに出ているのでヘルパーさんを雇っていたが、基本的に私は定時で帰ってくるようにして、夕方以降の介護は私がやるようにした。夫は仕事後に、いつも晩ご飯の準備をしてくれるのでとても助かる。夫の料理はとても美味しくて、私は同棲をしていた時から好きなのだが、初めて夫の料理を食べた母もすごく美味しいと驚きながら食べていた。夫はとても嬉しそうにしていて、私たちの同居生活は和気あいあいとした、とても楽しいものになっていた。母が介護が必要になってしまった時は、これから一体どうなるのだろうと不安になったが、夫と一緒にいればどんなことも楽しく乗り越えられると確信することができた。それからも相変わらず、平和で幸せな日々を過ごしていた私たち。そして私は会社に在宅で働けないかを相談した。ヘルパーさんに頼んでいるとはいえ、やはり私自身が母とずっと一緒にいて介護をしてあげたいと思ったのだ。在宅であれば母に何かあった時もすぐに対応できるし、ヘルパーさんを雇っていた分のお金も浮く。そしてありがたいことに、会社から在宅勤務を許可してもらえた。そのおかげで、私は日中も母の介護をすることができ、そして仕事の合間に簡単な掃除だったり洗濯などもすることができた。普段の家事はまとめて夫と一緒に休日にやっていたのだが、ちょこちょこ平日の日中にやるようにしたことで、夫の負担も減らすことができた。みんなが快適に過ごせているので、ストレスも少なくて本当に穏やかで平和な空気が流れている。これからずっとこんな感じで幸せな日々が続くのだとそう思っていた。
だが同居生活を始めて3年ほどが経った頃、母が体調を崩してしまい入院が必要な状態に。普段通院している家の近くの大学病院で入院をすることになったので、見舞いには行きやすいが、それでもずっと一緒に住んでいた母がいなくなってしまって寂しかった。私は毎日お見舞いに行き、夫も仕事後だったり休日に一緒に見舞いに来てくれた。何度も見舞いに来させてしまって、本当に申し訳ないね。何言ってるのよ、お母さん。そうやって申し訳ないと思わないで。そうですよ、お母さん。僕たちはお母さんのことを大事に思っていて、見舞いに来たいから来ているんです。ありがとう二人とも。そうやって大事にしてもらえて私は嬉しいよ。マサトさん、これからものぞみのことをよろしくお願いします。はい、もちろんです。僕がのぞみのことを守りますから。なんだか結婚の挨拶みたい。私が突っ込み、病室でみんなで笑い合った。私たち3人が揃うと、いつもこういう穏やかな感じになる。母が退院したらまたこういう時間が過ごせるんだろうな。そうやって思っていたのだが、母はそれから数日後に容体が悪化して、そのまま息を引き取ってしまった。私は悲しくて涙が止まらなかった。こんな突然亡くなってしまうなんて。だが母があの時に夫にあのようなことを言っていた時に、きっと母自身は自分の命が長くないことを悟っていたのだろう。それを私たちに気づかれないように、笑顔を振りまいて大丈夫なふりをしていたのだろう。本当に母はどこまでも優しい人だ。私も母のような人間になりたい。そう思いながら、母の葬儀の手配と準備を夫と一緒に進めた。そして葬儀が無事に終わり、私と夫は2人で家に帰った。最後の方は病院で入院をしていたが、それでもずっと一緒に暮らしていた部屋から母がいなくなり、すごく広く感じて寂しかった。夫は私のことを気遣って、有給を取ってしばらく一緒にいてくれた。私も仕事をする気にはなかなかなれず、有給をもらって休むことに。だがそんな中、思いもよらない出来事が起きた。私と夫が家にいると、いきなりインターホンが鳴った。一体こんな時に誰だろうか。夫が私の代わりに出てくれた。母さんに姉さん。一体どうしたの？なんと、やってきたのは義母と義士だった。話があるということだったので、私たちは仕方なくエントランスのオートロックを開けてあげた。そして義母と義士はピンポンを押し、夫が玄関を開けた。ここがあなたたちの部屋なのね。すごくいいところじゃない。母さんたち、話ってなんだよ。今はお母さんが亡くなって俺たちは落ち込んでいるから、本来なら後日にしてほしいんだけど。夫がそうやって言うと、義母と義士は早速本題に入った。私たち、ここに住むことにしたの。義母はいきなりそんなことを言い出した。ちょっと待ってよ母さん。何言ってるんだよ。夫が私の代わりに義母たちにそう言った。だが彼らは聞く耳を持たない。そして義母たちは私の前まで来ると、こんなことを言い出したのだ。今日からここが我が家よ。他人のあんたは出て行ってちょうだい。義母と義士は私だけを追い払って、夫と3人でこのタワマンに暮らすというのだ。この人たちは一体何を言ってるのだろうか。葬儀が終わった直後にもかかわらず、いきなり家にやってきて出て行けだなんて非常識すぎる。義母と義士は昔からそういうところがあった。自分勝手で、私のことは奴隷のように扱っていいと思っている節があった。私の母と同居するまでは、たまに休みの日に義実家に顔を見せに行っていたのだが、その度に義母と義士にいびられていたのだ。だがまさか母の葬儀が終わって間もないのに、こんなことを言ってくるとは思わなかった。さっさと荷物をまとめて出て行きなさい。本当なら、マサトがあんたの母親と同居をしていることも気に入らなかったんだからね。
次々と私に対して悪口を言ってくる義母と義士。私が驚いて固まっていると、夫が目を見開いて義母たちにこう言った。母さんたち、知らないの？この家は、のぞみが買った家だよ。は。夫がそうやって言ってくれたのにもかかわらず、義母と義士は信じなかった。マサト、何言ってるのよ。そうよ。いくら低層階だからって、この女にタワマンを購入する金なんてあるわけないじゃない。義母と義士は、昔から私が仕事をしているのを気に入らない様子だった。女なんて大して稼げないんだから。それよりも早く子供を産みなさい。そんな心ない言葉を義実家に言った時によく言われたものだ。私は彼女らがそうやって上から物を言わないと満足できない悲しい性格をしている人たちという認識をしていた。だから嫁いびりをされててもそこまで辛くはなかった。だが母が亡くなって悲しんでいるこのタイミングにやってくるのは許せない。しかも夫が説明をしても信じないことにも腹が立った。私は義母と義士の前に立ち、あるものを渡してあげた。これが私の名刺ですよ。いくら常識知らずのお母さんたちでも、この会社の名前くらいは聞いたことありますよね。義母と義士は名刺に書かれている企業の名前を見て絶句した。どうしてあんたがこんないい会社に？それは私が今まで頑張って勉強をしていい大学に入り、就活を頑張ったからですよ。そういう部分を一切見ようとせずに、ただただ私に嫁いびりをしてくるなんて、本当に恥ずかしい人たちですね。うるさいわ。大企業に勤めてるって言っても、結局はマサトよりも稼ぎは低いんでしょ。母さんたちいい加減にしてくれよ。のぞみは俺よりも稼ぎがだいぶ上だよ。嘘でしょ。嘘なんかついてない。というよりこんな状況なのにもかかわらず、のぞみを追い詰めようとするなんてどんだけ性格が悪いの？いや、私たちはマサトが望んでもいない同居生活から、やっと解放されて喜んでいると思ってて。だから、それがそもそも勘違いなんだよ。俺はのぞみのお母さんのことも家族としてとても大事に思っていたし、同居生活はすごく楽しかったんだよ。そしてそういうこととか関係なく、母さんたちがしていることは非常識だよ。前々から自分勝手な人たちだなとは思っていたけど、もう今日で心に決めたよ。何を決めたの？俺は母さんと姉さんと縁を切る。そんな。どうしてそうなるのよ。それは自分たちの胸に手を当てて考えろよ。俺にとって一番大事なのは嫁の望みだ。その望みを傷つけようとする奴らは許さない。父さんが亡くなってから二人のことが心配で少ないながらにも仕送りをしていたけど、それもやめる。ちょっと待ってよ。それは困るわ。私たち借金を作ってしまったの。借金？そうなの。マサトからの仕送りもあるし、お父さんの遺産もあるからって何も気にせずにいろいろと買い漁っていたら、あっという間にお金がなくなっちゃって。だけど物欲が止まらなくて借金をしちゃって。本当に母さんたちはどうしようもないな。それじゃあ立て替えてくれるの？そんなことするわけないだろ。俺はさっき言ったように母さんたちと縁を切るんだ。今すぐここから出て行け。そうしないと警察を呼ぶからな。そんな、ひどいわ。義母と義士はそう言いながらも、夫がスマホを手に取り電話をしようとすると慌てて逃げていった。のぞみ、本当に最低な家族でごめん。いいのよ。あなたは本気で私を守ろうとしてくれたじゃない。お母さんに約束した通りのことをやってくれたのよ。本当に頼もしい旦那さんだわ。のぞみ。私たちは夫婦の絆が強いことを再認識し、それからタワマンから引っ越すことに。私は在宅勤務でどこでも働けるし、さすがに二人の状態だと今の部屋は広すぎた。
それにいつ義母たちが突撃してくるかわからないので、私たちは夫が働く会社の近くに引っ越した。タワマンの家は賃貸に出して、家賃収入を得ることに。そのおかげで、私たちは家賃収入だけで生活費のほとんどを賄えるようになり、自分たちが働いた分のお金は丸々貯蓄をしたり、ちょっとした贅沢に使えるようになった。ちなみに義母と義子は借金の返済のために実家を売る必要が出たらしく、ただそこまで高く売れなかったため、借金が残っている状態だそうだ。現在は二人ともフルでアルバイトで働いて、借金を返しているそうなのだが、物欲が抑えられずに結局借金をして浪費を繰り返してしまうらしい。そういった現状を報告して、助けてほしいと義母たちから夫に連絡が来るが、夫はすべて無視をしている。そして現在は着信拒否をして連絡が一切取れないようにしたので、義母たちと関わることはこれで完全になくなった。私と夫は二人でとても豊かで楽しい生活を送っている。これからも夫婦仲良くしながら、今も老後もずっと一緒にいようと思う。この家と土地は長男の息子であるうちの子が相続するわ。そう言って勝ち誇った顔をする兄嫁。私は目を丸くしながら兄嫁を見るしかなかった。すると兄嫁の発言を聞いていた親戚一同が大爆笑をした。兄嫁はなぜ自分が笑われているのかわからず、動揺し始めた。なんで私が笑われているのよ。そこへ兄が慌てた様子でこちらに駆け寄ってきた。おい、ゆかお前、何言ってんだ。何よ。だって私は本当のことを言っただけでしょ。この実家はな。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。現在は父と二人で一緒に暮らしている。私には兄と母がいたのだが、母は私と兄がまだ中学生の頃に病気で亡くなってしまった。それからは3人で暮らしていたが、兄は大学を卒業して就職してから家を出ている。私は父を一人にしたくないので、社会人になってからも一緒に暮らしている。父は私と兄がまだ子供の頃は、転職して夕方に帰れる仕事に切り替えていた。そして家事をやったり、料理を作ってくれたりしていた。最初はカレーとか簡単なものがずっと続いて飽きたりもしたけど、だんだん料理を覚えていって、私や兄が高校生になってからは、お弁当まで作ってくれるほどになっていた。私はそうやって一生懸命に私たちを育ててくれた父に恩返しをしたくて、勉強を頑張って大学受験を頑張った。そして難関大学に合格。そのおかげで大手企業に就職することができた。のぞみは本当に努力家だよな。父さんも鼻が高いよ。何言ってるの。これからお父さんに恩返しをするんだから。それからは私は仕事をしながら家事を手伝ったり、父のためにお弁当を作ってあげたりもした。父も私が就職してからは仕事に集中していたので、少しでも家での負担を減らしてあげたかったのだ。そうして私と父はお互いを支え合いながら楽しく日々を過ごしていた。兄は仕事の関係で遠くに住んでいたからなかなか帰ってこれなかったけど、盆や正月の時は帰省して楽しい時間を過ごした。その後、兄はゆかという女性と結婚。私も父も兄にいい人ができてとても嬉しかった。兄嫁は愛想が良くて、父のことも大事にしてくれた。兄と一緒に実家に来てくれた時は、率先して料理を作ってくれたりもして、本当にいい人だなと思ったほどだ。そんな風に家族仲良くしていたのだが、悲しい出来事は突然やってくる。ある日、私が仕事から帰ってくると父が倒れていた。お父さん。私はすぐに救急車を呼び、父は病院に運ばれた。医師の診断によると、脳梗塞だとのこと。父はそれから数時間後に目を覚ましたが、入院が必要とのことだ。兄夫婦も仕事を早退してわざわざ遠方から駆けつけてくれた。父さん、大丈夫か。ああ、
二人とも来てくれてありがとう。お父さん、目を覚ましてくれてよかった。倒れたと聞いた時はどうしようかと思いました。兄嫁はそんな風に言ってくれて本当に父のことを大事にしてくれていると感じた。それから話は父が退院してからの話に。父はもう高齢で定年を迎えた後にアルバイトとして時短で働いていた状態だった。退院後は介護が必要な状態なので、仕事は続けることはできず家にいることになる。私は仕事が忙しいので、日中に父の介護をすることはできない。そのため私はヘルパーさんを雇うことにしたのだが、兄嫁がある提案をしてきた。よかったら私が介護をしますよ。嬉しい申し出だったが、兄夫婦は遠方に住んでいる。移動だけでも片道、車で3時間はかかるので、かなり大変だろう。わざわざ介護のために来てもらうのは申し訳ないですよ。すると兄が口を開いた。ゆかがそうやって言ってくれるなら、俺、転職してもいいよ。そして実家の近くに住んで、ゆかが介護に行きやすいようにすれば問題ないだろう。いいの。私がそのように聞くと、兄夫婦は笑顔でもちろんと言ってくれた。だから私は二人の言葉に甘えさせてもらうことに。それからは日中に兄嫁が家に来て父の介護をしてくれるようになった。最初は問題なく生活ができていた。しかし、だんだんと兄嫁の態度が変わっていった。まず私が仕事から帰ると兄嫁はまるで自分の家のようにくつろいでいるのだ。のぞみさんお帰り。お姉さん、今日も父の介護ありがとうございます。いいのよ、気にしなくて。兄嫁はソファーで寝転がってテレビを見ながらそのように答える。父は。部屋で寝てるわよ。そうですか。晩ご飯は食べさせたんですか？まあ適当に。適当って、ちゃんと栄養のあるものを食べさせたのだろうか。お姉さん、あとは私がやっておきますのでもう帰っていいですよ。でもこの番組見終わってから帰るわ。そう言って兄嫁は冷蔵庫を開けて勝手に缶ビールを取り出して、棚からつまみを出してまたソファーに戻る。いくら介護をやってくれていると言っても、家の中にあるものは私が買ってきている。それを自分のもののように勝手に飲み食いされるのはなんか嫌な気分になる。しかも私は介護をやってくれるお礼として、毎月2万円ほど兄嫁に渡しているのだ。兄からはわざわざお金なんて渡さなくていいと言われたのだが、私はお願いするからにはちゃんと対価を支払わないとと言って渡していた。だが今の兄嫁は正直言って、その対価に見合った働きをしているとは言えない。そしてそれから数ヶ月が経ったのだが、兄嫁が来るたびに家が汚くなっていって、私はうんざりしていた。家事については別にしなくていいとは言ったが、好き勝手使って汚していいとも言っていない。だが兄嫁は何やら出前を取っていたり、カップ麺とか酒とかをコンビニで買ってそのゴミをそのままにしている。冷蔵庫にある食材を勝手に使ったりして、私が家に帰ると作れるものがないということもたびたびあった。しかもそれに加えて兄嫁は驚きの発言をしてきた。平日毎日介護に来て2万円って相当少ない気がするのよね。だって毎週5000円でしょ。マジで労働力と見合ってないでしょ。私だって兄嫁がもっと懸命に介護をしてくれるなら、もっと多く払ってもいい気になる。だが父と話していると、父は多くは語らないがあまりちゃんと介護を受けていないようなのだ。父が本当に辛くて誰かの助けが必要な時だけ、仕方なく兄嫁は介護をしているようなのだ。それ以外はずっと居間でダラダラとテレビを見ながら飲み食いをしているらしい。そんな中でもっとお金が欲しいなんて言われたので、私はつい反論してしまった。お姉さんがもっとちゃんと介護をしてくれるなら私も考えますけど、全然介護してないじゃないですか。それにお姉さん、
勝手に私が買ってきている食材使ってますよね。しかもずっとテレビつけっぱなしだし、最近は寒くなってきてるから暖房も勝手に使ってますよね。普段だったらそんなに光熱費がかからないのに、お姉さんが来てからものすごい高くなってるんですよ。これならむしろ私がお金をいただきたいくらいです。私がそう言うと兄嫁は目を見開いて怒り出した。何よ。私がいなかったらあんたは安心して仕事に行けないでしょ。それだけでかなりの価値があるんだから、それくらいのことは許しなさいよ。理不尽な物言いをしてくる兄嫁。まさかこんな風に怒ってくるとは思わなかった。結婚当初に見せた優しさはもしかして演技だったのか。兄嫁の本性はこっちなのか。そんな風に思ってしまった。一度疑ってしまうと、もう安心して家や父を任せることはできない。わかりました。それじゃあ介護はもう頼みません。ヘルパーを雇うことにします。ちょっと待ってよ。なんでそうなるのよ。もうお姉さんを信用することができないので。とりあえず今日のところは帰ってください。兄嫁はずっとワーギャー言っていたが、最終的には帰っていった。だがそれから1時間ほど経ってから、兄から電話が来た。もしもし、のぞみか。ゆかから聞いたぞ。一生懸命に介護を頑張っていたのに、いきなりもう来なくていいって言われたって。一体どういうことなんだ。一方的に来なくていいって言われて、ゆかのやつショックで部屋にこもって寝込んでるぞ。やっぱり兄嫁は、自分の都合のいいように事実をねじ曲げて兄に伝えていたか。私は兄に今まで兄嫁がちゃんと介護をせずに、家で好き勝手していたことを伝えた。そんな、まさかゆかがそんなことするはずないだろう。兄はにわかには信じがたいといった様子だった。じゃあ、今から写真を送るから。私は兄嫁が帰って行った後の家の様子をよく写真に残していた。何かあった時の証拠にするためだ。そこには食卓にそのままになっているカップ麺の食べ終わったゴミや、シンクの食器、今のテーブルに置きっぱなしのビールの空き缶などが写っている。私がジャンキーなものを食べないことは兄も知っているので、これが兄嫁が食べたものだということはすぐに分かったようだ。そして兄嫁が介護に来てからの光熱費の変化なども伝えると兄は絶句していた。そんな。私は兄にも兄嫁にも介護に来ないでほしいということを伝えた。兄は了承してくれて、兄嫁が持っている鍵も取り上げると言ってくれた。兄嫁はかなり反発したそうだが、兄が何とか説得してくれたようだ。それからはヘルパーさんを呼んで日中の介護を頼み、夜は私が介護をした。だが数ヶ月後、父の容体が急変し再び病院へ。数日間、入院したが回復せずに息を引き取った。私も兄も病室にいたので父の最後に立ち会うことができたのは良かったと思う。だが深い悲しみを味わったことは間違いなく、私はしばらく泣いていた。そして兄と一緒に葬儀の準備をして、翌日はお通夜、その次の日には葬儀が行われた。私が介護を断ってからというもの、兄嫁は愛想を振りまくこともなくなり、父の葬儀についても全く手伝わなかった。身内なのにまるでただの参列者という感じで暇そうに座っていた。法要が終わり、私は兄や親戚たちと一緒に片付けを始める。もちろん兄嫁はそれを手伝うこともない。兄が少しくらい手伝えと言っても、私は別に家族じゃないし、などと悪態をついてくる始末。兄はため息をついて私にすまないと謝ってきた。私もすでに兄嫁には期待していなかったので、気にせずに片付けを進めた。そしてやっと片付けも終わりそうだという時、兄嫁がいきなり私の元にやってきたのだ。一体何だろうと思いながら身構えていると、兄嫁は驚きの発言をしだした。この家と土地は長男の息子であるうちの子が相続するわ。だからあんたは葬儀が終わったら、さっさと出て行ってちょうだい。そう言って勝ち誇った顔をする兄嫁。
私は目を丸くしながら兄嫁を見るしかなかった。すると兄嫁の発言を聞いていた親戚一同が大爆笑をした。兄嫁はなぜ自分が笑われているのかわからず、動揺し始めた。なんで私が笑われているのよ。そこへ兄が慌てた様子でこちらに駆け寄ってきた。おい、ゆかお前、何言ってんだ。何よ。だって私は本当のことを言っただけでしょ。この実家はな、のぞみが所有してる家と土地なんだよ。実はこの家は私が父と暮らすために社会人になってから買った家なのだ。転職して自分の勤務時間を減らしてまで、私たちを育ててくれた父にいい生活を送ってほしいために、私は大手企業に入ると同時に株の勉強もして投資を行っていた。そのおかげで、数年前に広くて綺麗な一軒家を購入することができたのだ。このことについては、父は何度も親戚の人たちに嬉しそうに話していたので、親戚のみんなも知っている。そしてこれは兄がゆかさんと結婚する前のことだから、彼女は知らなかったのだろう。事実を知り、ゆかさんは顔を青くしていた。そんな、私はあの家が自分のものになると思ったから。思ったから何ですか？思ったからやりたくもない父の介護を引き受けたとでも？それにしては随分とサボっていたようですが、父も辛かったでしょうね。自分じゃできないことを頼みたくていくら大声を出しても、今でテレビに夢中になっているお姉さんには聞こえなかったんですから。私がそう言うと親戚の人たちが一斉に兄嫁を睨みつけた。みんな父のことを慕っていたので、そんな父を雑に扱う兄嫁が許せなかったのだ。そしてたじろぐ兄嫁に兄はこう言った。もう限界だ。お前は結局あの家が欲しくて父や妹に優しくしていただけなんだな。そんな風にがめついやつとはもう結婚生活を続けることはできない。離婚しよう。離婚。兄嫁はいきなり兄から別れを切り出されてひどく動揺していた。そんな、困るよ。私専業主婦だし。知らないよ。まだ若いんだからバイトでも何でもして一人で生きろ。そしてお前はもう赤の他人だ。さっさとここから出て行け。兄がそのように叫ぶと兄嫁はひっと声を上げて逃げていった。まあずっと親戚たちから睨まれていたからそれも怖かったのだろう。こうして父の葬儀は無事に終わり、さらには兄嫁という厄介者を追い払うこともできた。その後、兄と兄嫁は無事に離婚が成立。兄嫁は最後まで渋っていたらしいが、兄が裁判まで行ってもいいと言うと、兄嫁は慌てて離婚届にサインをした。金がない状態で裁判をするのは得策じゃないと判断したのだろう。その後、兄嫁は今回の件について知ったご両親にこっぴどく叱られ、実家である田舎の農家に連れ戻されたそうだ。現在は朝から晩まで農家で働かされ、そしてそこでの収入のほとんどはご両親からの謝罪として兄にお金が支払われているらしい。兄は別にいらないと言ったが、ご両親からご迷惑をかけた慰謝料として数百万ほど支払いたいと申し出があったらしい。まあ結果的に兄嫁が苦しい思いをしているので、兄もそれならと受け取ることにしたそうだ。兄嫁は毎日死にそうな顔で農作業をしているらしく、その話を聞いてざまあみろと思った。一方、私は相変わらず仕事を頑張り、今年昇進した。上がった分の給料は、すべて投資に回して老後の資金を貯めているところだ。父を失ったことは悲しいが、亡くなっている両親の分も、私は楽しく毎日を生きていこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。